80歳を超えた人たちに人生で一番の後悔を聞いた調査があります。そこで一番多かったのは、お金でも仕事でもありませんでした。あの時、挑戦しなかったことです。そしてこれは今の僕たちにもそのまま当てはまります。じゃあどうすれば後悔しない人生を生きられるのか。その一つの方法が一人旅行です。どうも、旅する起業家のルキです。今回は一人旅行できる人ほど人生で後悔しにくい理由というテーマで話していきます。第1章は今の選択で未来の満足か後悔かが決まる。第2章は現代人が挑戦しづらい構造。第3章は一人旅行を人生に取り入れる価値。第4章は一人旅行をすると人生で後悔しにくい5つの理由。この4章構成で話していきます。すぐに理由を知りたい方は4章から見てもらってもいいし、理解をさらに深めるなら最初からがおすすめ。一人旅行によく行く人も、これから挑戦してみたい人も、きっと人生のヒントになる内容になっているので、ぜひ最後までご覧ください。第1章、今の選択で未来の満足か後悔かが決まる。多くの人は人生で挑戦しなかった理由を持っています。忙しかったから、お金がなかったから、タイミングじゃなかったから。どれも正しい理由です。でも、80歳になった時に残るのは、やらなかった事実が大きい。このやらなかったという事実が後悔に姿を変えています。例えば、80歳になった時、体力も落ちて、足腰も悪くなって、行きたい場所があっても、もう自由には行けなくなったとします。ふとした瞬間に思うんです。あの時、行っておけばよかったなって。仕事が忙しかったあの時も、お金を稼ぐことに必死だったあの時も、そのうち行こうと思っていたあの時も、でもあの時に戻ることはもうできません。実際に年を重ねた人の多くが言います。働きすぎた。もっと人生を楽しめばよかった。あの時、冒険に出ていればよかった。これはデータでも出ていて、終末期の患者を何百人も見てきたブロニー・ウェアというオーストラリアの看護師がいます。彼女が書いた世界的に読まれている著書の中でも、老後の人々の後悔トップ5が書かれていて、一つ目が自分に正直に生きる勇気がなかったこと。二つ目が働きすぎなければよかったこと。三つ目がもっと自分の気持ちを表現すればよかったこと。四つ目が友人との関係をもっと大切にすればよかったこと。五つ目が自分をもっと幸せにしてあげればよかったこと。多くの患者が自分が正直にやりたいことをやらなかったことを強く後悔していたと語られています。さらにアメリカで高齢者を対象に行われたアンケート調査でも7割以上の高齢者が人生で後悔していたのはチャレンジしなかったことというデータも出ています。心理学の視点からもコーネル大学の心理学者であるトーマス・ギロビッチの研究では、人は時間が経つほどやったことよりもやらなかったことを強く後悔することが研究結果で分かっています。これは後悔の構造とも言えるもので、やったことは仮にトラブルや失敗談でも時間とともに納得できるけど、やらなかったことはもしあの時やっていたらと可能性がずっと残り続けるんです。そしてこれは特別な人の話じゃなくて、今の私たちの延長線上にある未来の話でもあります。今のあなたの選択次第で未来の後悔になるのか満足になるのかが決まるんです。第2章、現代人が挑戦しづらい構造。じゃあなぜ多くの人は挑戦した方がいいと分かっていても行動できないのか。それは個人の意志力や勇気の大きさだけではありません。もっと深いところで挑戦できなくなる構造が自分の中にできているからです。多くの人はこれまでずっと間違えない人生を選ぶように生きてきました。それが正しいと学校からも親からも社会からも教えられてきたからです。失敗しないように、評価を下げないように、周りから浮かないように、社会での模範解答に沿って生きるようにと。そうやって少しずつ自分を守る選択を積み重ねてきた。その結果気づいたら自分がやりたいかどうかよりも失敗しないかどうかで判断するようになっているんです。本当は行ってみたい。本当はやってみたい。でもその気持ちよりも先に失敗したらどうする？周りはどう思う？社会の正解のレールからはみ出るかな？そんな声が自分の中から聞こえてくる。そしてその声に従ううちにやらない理由を考えるのが上手くなる。でもこれってすごく皮肉な話で、人生を守ろうとしているのに気づいたら後悔が残る人生を選んでしまっていることでもあります。挑戦しないことでその時の安心は手に入るけど、同時に自分の人生の可能性も手放している。どこかではその違和感に気づいているはずなんです。でもその自分の本音は周りや社会のノイズによってかき消されていくんです。
だから人はその場では納得していても、時間が経って自分の人生を振り返った時に、あの時やっておけばよかったなと思うんです。社会に提示された正解が必ずしも自分にとっての正解ではなかったことに、年を取ってから気づく。こんな言葉があります。20年後、あなたはやったことよりもやらなかったことに失望する。これはトム・ソーヤの冒険を書いた作家のマーク・トウェインの言葉です。第3章。一人旅行を人生に取り入れる価値。じゃあどうすれば後悔が少ない人生を生きられるのか。ここまで聞いて、じゃあ挑戦すればいいと思った方もいると思います。でも、起業や転職はハードルが高い。副業への挑戦もなかなか時間が取れない。いきなり人生を変えるのは難しいですよね。だからこそ必要なのが現実的にできる小さな挑戦なんです。それが今回の本題である一人旅行です。時間をかけずにコストもそこまでかからずに特化した専門的なスキルもそこまで必要としなくて実行しやすい挑戦。一人旅行ってただの趣味や旅行で片付けるともったいないくらいのベネフィットがあります。自分で決めて、自分で計画して、自分で動いて、自分で体験して、自分で乗り越える。そしてその経験から学んで、また新たな旅に出かける。自分の人生を取り戻す行動でもあるんです。そしてなんで人との旅行じゃなく、一人旅行なのかなんですけど、もちろん人と行く旅行にも感動を共感できたり、つながりを深めたりと魅力があります。ただ人と行く場合、スケジュールを合わせる必要があって、予定が合わないと、そのうち行こうと旅そのものを先延ばしやすい。あとは挑戦も責任も分散されます。自分で考えて決めて挑戦する経験を積むという観点では一人旅行の方が向いてるんです。それと中には自分で選んで一人旅行をしているわけじゃない人もいるとは思います。でもここで大事なのはどうやって始まったかよりもその一人旅行の時間をどう扱えるかです。きっかけは自分で選んでいなくてもそこから自分で選んだ時間に変えられるかどうかでその経験の価値は大きく変わります。ではここからさらに具体的な一人旅行をする理由を見ていきます。第4章、一人旅行をすると人生で後悔しにくい5つの理由。1、年を取るとできなくなる可能性があるから。今はまだ体力もあるし、時間もある。行こうと思えばどこにでも行ける。でもそれってずっと続くとも限りません。年齢を重ねると体力も落ちて長時間の移動がきつくなったり、健康の問題で行けなくなることもあります。実際に多くの人が元気なうちにやっておけばよかったと後悔しています。でもその頃にはもう選べない状態になっている。だからこそいつでもできると思っていることほど本当は今しかできないことと思ってやった方が後悔になりにくいんです。僕は盲腸で1週間ほど入院した時にベッドで寝たきりになりました。その時に当たり前にできてた運動も出かけることも美味しいご飯を食べることも1週間できなくなってふと思ったんですよね。今当たり前にできていることがいつできなくなるかわからない。退院してからこれまで当たり前にできていたことにも喜びがありました。できなくなる日がいつ来るかは誰にもわからない。だからこそできるうちにやっておく一人旅行はすごく大事だと思います。2、挑戦する経験がこれから挑戦できる人生を作るから。一人旅行って実は小さなプロジェクトでもあります。目標の設定、計画、実行、経験、結果、改善。このサイクルを短期で経験し積むことができます。大人になると何かに挑戦してない限りはこのサイクルを日常的にやっている人って少ないですよね。一人旅行だとこのサイクルをそこまで重く感じずに楽しい延長でできます。この経験が自分でもできるんだという感覚をどんどん磨いていきます。やればできるという感覚は旅行以外の起業や副業、スキルの習得、コンテストや発表会への参加、ダイエットや新しい趣味、習慣を持つなどの様々な挑戦に応用できます。一人旅行はその後の人生ごと挑戦できる人生に少しずつ変えていけるきっかけになるんです。3、自分の人生を肯定できる価値になるから。一人旅行で感じたことや乗り越えたことは時間が経ってもずっと自分の中に強く残っています。このチャンネルの旅の動画のコメントでもあの旅の経験が今の自分につながっているとか人生の中で深く刻まれているという声が本当多かったんです。そして面白いのが一人旅行をしてきた人でやらなければよかったと後悔している人は全然いないんですよね。むしろ行けるうちにもっと行きたいと思っている人が多かったです。みんな一人旅行に行くことで得られる価値を知ってるんです。一人旅行は行ったその瞬間だけじゃなくて後から振り返った時にも自分の人生良かったなと思える記憶になるんです。4、他人の世界から脱出できるから。私たちは普段自分が思っている以上に他人の基準で生きています。仕事では役割を演じて人間関係でもうまく空気を読んで本当は興味ないことを話す。気づかないうちに
本来の自分じゃない自分で生きている時間が長くなっています。もっと自由に生きられるはずなのに、本来のありのままの自分で日常を生きている人って少ないと思います。そして人生の後悔って本来の自分を抑えて他人の正解を長く生きてきたことが要因だったりします。でも一人旅行に出ると誰にも合わせる必要がなくて何者でもなくなって何者にでもなれる。ただ自分として存在していい時間の中で本来の自分とはに向き合えるんです。旅から帰ってたとえ前と同じ日常に戻ったとしても自分とはがしっかり心の中に刻まれています。5、やらなかった人生にならないから。ここまで話してきた通り、人が後悔するのって失敗したことじゃなくてやらなかったことなんです。やりたいと思っていたのに忙しさを理由に後回しにしたこと、不安を理由に選ばなかった挑戦という選択、黙々と真面目に仕事をしてはいるけど気づいた時にはやらなかった人生になってしまう。でも一人旅行はそのやらなかったかもしれない未来を一つずつ消していく行動なんです。あの時言っておけばよかった。そう思う未来をあの時言っておいてよかったという未来に変える。それはこれからの自分の選択で変えられるもの。一人旅行はやらなかった人生にならない価値のある行動なんです。最後に、このチャンネルの旅動画のコメントを見ると、今70代の方が10代で初めての一人旅行に出て、それから魅力を知って、これまでも旅を続けている人、世界一周を何度も回っている人、バイクで日本一周している人、休日にソロキャンプをしている人、骨折してるけど海外旅行に行く人、車椅子でも全然行ける人、障壁や忙しい日常の中でもそれを上回るロマンがあるから旅に出かけている人が本当多いんですよね。僕そのコメントを見て皆さんのそれぞれの人生が垣間見えてすごく嬉しかったし、みんな共通して旅をしてきた自分の人生に誇りを持ってるんです。生活のため、家族のために義務として働かないといけないけど、その中でも自分のあり方、自分が自由になれる時間を旅を通して大事にできている人が人生後半になっても後悔しない人生を送れるんじゃないかなと思います。僕は人生の中で20代の後半は夢を諦めてただ会社員をしていました。その時期は生きている心地がしなくて挑戦することをやめてたからだと思います。それからこのままの人生だとまずいと勉強して起業して海外移住と新たな挑戦を始めて今生きている実感がある毎日を過ごせてます。やらない後悔をしないようにまずやってみること。成功の反対は失敗ではなくやらないこと。こう考えて今でもこの YouTube チャンネルも含めて挑戦しています。今回の動画では一人旅行を推薦しましたが、人と行く旅行もとても大事でどちらも違った魅力があるのでバランスよく使い分けるのがいいと思います。一人旅行は別に海外に行かなくても隣町でも十分いいと思います。大事なのは自分で決めてやってみてやらない後悔が残る人生を生きないこと。あなたの一人旅行のエピソードや感想などあればぜひコメントで教えてください。このチャンネルではこれからも旅と人生にまつわる動画や世界の実業家たちのためになる情報、そして自己理解や成功法則を軸にあなたの人生のスイッチを押す発信をしていきます。ここまで見てくれているあなたはさらに自己成長できるすごい人です。最後までありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。一緒に成長していきましょう。